はい、皆さん楽しくジムってますか？元人ラムカーナです。今回初心者向け、そうですね、ノービスから C2 クラスを目指す人、もしくは C2 クラスでこれから C1 を目指す人ぐらいをターゲットにしたラムカーナ流元ジムカーナテクニックのようなものをライティクビデオとしてやっていきたいと思います。とりあえずその初回、基本中の基本、まずはライディングポジションですね。あくまでも元ジムカーナでタイムを出すための、元ジムカーナライダーにターゲットを絞った、ライポジというのをちょっと解説していきたいと思います。普段ツーリングとか街乗りとかするんだったらこうやってね、背筋でも伸ばしてこう実際の乗馬で馬乗るなんていうのはこういうスタイルでね、こうやって乗ってますよね。でやっぱりこうやって乗ってるのがかっこいいっていう意見も多々あると思うんですけど、元ジムカーナやっぱり、スポーツということで、スポーツ流の、ポジションがあると思います。野球なんかだとこう選手をね構えてる時っていうのはこう腰を落としてちょっと背中を丸めてこうやって構えてますよね。レスリングなんかもこうやって構えてから相手と組み合うみたいなのがありますけど、やはりそれが一番こう体をいろんな向きにこう素早く動かすのに適している構えなんだと思います。でオートバイに乗る分にはもう鼻からこう腰は落ちてますんで、あと何かっていうとこう上半身ですよね。でこう背筋をピッて伸ばすよりかはこう骨盤を寝かせて後ろにですね、僕なんかよく言うのはこの後ろのタイヤのアクセルシャフトに向かってこう尾てい骨をグッて突きつけるみたいなイメージでこうお腹を引いて、でこう上半身はそれに合わせてこう手の届く。ちょっとねラムカーナ腕が実は短くてですね、こう本当はこのぐらいで握れるといいんですけど、ちょっとこう前のめりになってしまうんですけど、こうやって乗ります。そして、次にグリップですね。まずハンドルをどう握るかっていうと、もうこうハンドルをゴンって握っちゃうと当然ハンドルってこう内側にこう外が曲がってますんで、直角に持つとこう内側に膝ね手が入っちゃいます。でこうやって乗るとやはりちょっと構える、さっきこういうイメージから程遠いんで、やっぱりここはこう肘を広げて腕を丸くするイメージ、それと伴ってこのグリップをいわゆるドアノブ握りってよく言いますよね。ドアノブ握り、こう小指から順番にこう握っていく感じで握ってやると。でここに大きな輪っかを作ってやる、こういうイメージですね。これが上半身のスタイルだと思います。で、オートバイで一番大事だと言われるこのニーグリップですけども、よくみんな勘違いするのはニーグリップって膝でグリップするもんなんですけど、こう膝で握りに行くと太ももが結構ギュッと締まるんで太ももでグリップするもんだっていう印象があるんですけど、これ結構大きな間違いで、あくまでもニーグリップです。この膝の内側のここの部分ですね、ここの点でこの場合 Z 線だとこうフレームに当たるんですけど、タンクなりフレームをギュッと押さえてやる。でこの時やっぱり内もその力でグッて締めてやる感じですね。そして一番固定しなきゃいけないのはこの膝からくるぶしにかけてのライン、このすねのここのラインですね。でくるぶしでこのフレームなり、ステッププレートをギュッと押さえてやって、それで膝でも押さえてやって、こうするとこうなりますよね。こういう動きができるようになるんで、ここは固定して太ももは結構こうフリーに動けるっていうのが理想だと思います。そして、さらにくるぶしでグリップした上になるべくつま先はこう内側に入れてやる、こうちょっと内股のイメージですね。こうするのが一番こう人間の体は動かしやすいだと思いますね。そして、骨盤を寝かすって先ほど言いましたけど、骨盤を寝かすっていうのはどういうことかっていうと、例えばこうまっすぐ立ちますよね。背筋伸びて骨盤立ててこう立ってる姿勢ってこれだと、こういう動きしか骨盤から動かないんですよ。こう前後に行って結局どこか支点にしないとこう人間前後に動けないんですよ。骨盤だけの動きだとこういうね動きしかできないんですけど、こう寝かしてやることで当然こう膝を前後に出す動きもこうさっきのこう
左右上下に動かす動きも斜めも全部できるんです。それこそこう膝をね回転させるような動きもできて、このタンクをボールをこう膝でグンって挟んでやって、こうやって動かすイメージで、タンクとフレームオートバイをこう斜めにも前にもこうしてやれるようになるのが、このやはり骨盤を寝かしてるというイメージだと思います。こうするとね、本当こうだと足をつけばこういう動きできますけど、足に乗ってないともう全然動かないですよ。これ不思議なもんで、これをこうなると結構ねどうとでも動くようになるんで、だからこれ基本ですね。そしてこうやって寝かしてると当然こう人間の体の重心がちょっと後ろに寄るんで、リアに荷重かけたい時はこういう姿勢でいけますし、ちょっとフロント行きたいなと思ったらその時はこう伸ばしてやるんですよ。そうすると全体的にフロントに荷重がかかるね。こうハンドル握ってる状態でこうする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 、加速の時はリアに荷重かけてやって、で減速の時はリアに荷重残しつつフロントに振っていきたい時はこういう感じでフロント荷重を増やすみたいな動きもこの骨盤を立てたり寝かしたりすることでできるんで、これはね骨盤はなるべく寝かして乗ってやって、上下にもねじり方向にも縦にも動けるっていうスタイルで乗れるといいんじゃないかなと思います。